こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、ミニマリストが買わないと決めて人生激変したものというテーマでお話ししようと思います。皆さんは毎月なんとなくお財布や銀行口座から消えていくお金になんだかモヤモヤするなと感じることはありませんか？多くの人はお金を貯めるためにもっと稼がなきゃと考えがちですが、実は買わない仕組みを作る方が圧倒的に楽なんです。今回は僕が生活費月11万円を実現する中で完全に買わないと決めて人生がガラリと変わったものを7つ厳選してご紹介します。まず1つ目は大手キャリアのスマホです。これは生活コストを下げる上で基本中の基本ですね。僕は今楽天モバイルを使っているのですが、データが無制限に使えるので家でも外でもパソコンはすべてスマホのテザリングで通信しています。これによって家用の固定 Wi-Fi も必要なくなったので、ネット代はスマホ代の月3300円だけで完結しています。これよりも安くて快適なネット環境を僕はまず他に知りません。本当に最強の選択肢だと思っています。続いて2つ目は民間の医療保険です。特に貯蓄型と呼ばれる貯蓄と保険が一緒になっている商品は本当に注意が必要です。厳しい現実を言うと、そういった商品は手数料が高く、完全に保険会社に利益を吸い取られているようなものなんですよね。貯蓄や資産形成は NISA などを使って自分で運用して、保険はもし本当に必要があれば、最低限だけ掛け捨てで入るようにすべきです。ただし、万が一の時に自動車保険や火災保険などは必須ですので、そこはしっかり入っておきましょう。3つ目はトレンドの服や毎シーズン買い替える服です。僕は私服の制服化を取り入れていて、クローゼットの中は黒い服13着だけで統一しています。毎朝今日何着ようと悩む時間と脳のキャパを徹底的に節約するためです。これだけで毎朝が驚くほど快適になりますよ。4つ目は頻繁な美容院でのフルコースです。カットにカラー、トリートメントまで毎回フルでやると数万円が飛んでいきますよね。僕は今、いわゆる1000円カット、今は1300円ですかね。それとセルフカラーで済ませていますが、これだけでも十分すぎるほど清潔感はキープできます。5つ目は ATM の手数料です。ぶっちゃけ昔の僕は本当に何も考えずに時間外でもコンビニの ATM でじゃんじゃんお金を引き出してました。でもこの数百円の手数料を甘く見ていると後で絶対に痛い目を見ます。こういう小さなお金への甘さって生活の他の部分でも必ず出てきてしまうもので、かつての僕はそれで本当に痛い目を見ました。お金というのは僕たちが命の時間を削って働いて得た命そのものですから、手数料のような無駄なものにたやすく支払うべきではないんです。6つ目は、ペットボトルのお茶やコーヒーです。これも出かける前にマイボトルにお茶を詰めて持ち歩けば、それだけで解決することですよね。お出かけの相棒になるようなお気に入りのマイボトルをじっくり探してみるっていうのも、買い物としてすごく楽しい時間になりますよ。最後の7つ目は、最新のスマホです。世間ではスマホは毎年買い替えるのが賢い。だって1年しか使ってないスマホは高く売れるし、いつも最新のスマホを持てるでしょっていう理論がありますよね。仕事で毎日スマホをカメラの性能限界までフル活用するような人なら、それでいいかもしれません。でも、僕たち一般人にその理論は全く必要ありません。一度スマホを買ったら、バッテリーを交換したりしながら5年以上大切に使う方がよっぽど経済的で合理的ですよ。さて、ここまで7つの買わないものをお話ししてきました。例えば、今現在、生活費が月に20万円くらいかかっている人がいたとします。その人がこれらを少しずつ工夫して、月15万円くらいの生活費まで抑えられたとしましょう。
そうすると毎月5万円のお金が浮くことになりますよね。これ、控えめに言ってあなたの人生がものすごく激変しますよ。だって今の環境のまま5万円を追加で稼ごうと思ったら、どれだけの時間残業したり身を削って働かなきゃいけないでしょうか。その浮いた5万円のうち2、3万円を将来のための積み立て投資に淡々と回して、残りの2万円を自分が本当に好きで価値があると思えるものに使う。それだけで心がものすごく満たされます。ミニマリストだからといって僕は全てをケチっているわけではありません。僕の場合、大好きな読書やリフレッシュのための岩盤浴、あとは快適に作業するためのデスク環境や健康維持のための投資、そして年に1、2回大切なパートナーと行く旅行にはお金を惜しみなく使っています。こうやって世間の見栄を捨てて自分が自信を持って本当に価値があると思えるところにちゃんとお金を使えるようになってから人生が圧倒的に生きやすくなりました。頭の中もすっきりと整理されるし、昔はごちゃごちゃとしていて不安だったお金のことも、このように自分なりのマイルールを作って仕組み化をしてあげることで、かなりシンプルにさせることができます。仕組みさえ作ってしまえば、無理に我慢しなくても、お金は自然と溜まっていくようになりますよ。ぜひ、できるところからあなたなりの買わないルールを作ってみてくださいね。というわけで、今回はミニマリストが買わないと決めたものについてお話ししました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。